皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。本日は AI 絵師の皆さんがお困りの手の修正について考えていこうと思います。私も手の修正についてはかなりいろいろ考えています。実写系とアニメ系、また背景との重なり、手の形などによって複数の手法を使いますので、何回かに分けて私が実際に行っている手の修正をお見せしたいと思います。この方法が必ず正しいというわけではないのですが、いろいろ試行錯誤した結果の方法ですので、皆さんと情報を共有したいと思います。今回はまずレベル1ということで、アニメ系のこの画像を使って手を修正していきたいと思います。実写系に比べて周囲の塗り込みなどを行っても違和感が出にくいので、アニメ系の修正の方が簡単だと思います。この画像は全体的にとても可愛くできているのですが、右手のピースサインのところが少し形が崩れてしまっているという状態です。なお、私の手の修正方法はがっつりフォトショップを使いますので、かなりの部分はフォトショップを使っているところの動画になります。私がいろいろと行ってきた結論によると、フォトショップを使う方法が一番いいです。月々1000円ほどのサブスクは少し痛いですが、AI で絵を描いていくなら一緒にマスターしたいものです。今のところは何らかのペイントソフトを使わないと、ステーブルディフュージョンだけでは手の修正は難しいと思います。またリアル系の手などはかなり難しいので、場合によっては私が使っている方法は他のペイントソフトでは無理で、フォトショップでなければできないというものもあります。最初にスタートと最終の画像をお見せしておきます。右手のピースサインを右の画像から左の画像のような手に変えていきたいと思います。成り行き上で親指が伸びている形の V サインになりましたが、そのおかげで少しお見せすることが増えましたし、結果的に形が良かったのでこれで OK ということにしました。なお、今回使っているチェックポイントはメイナミックスです。早速始めていきたいのですが、手の修正に関して一つだけ注意点があります。それは私も以前の動画で紹介したのですが、デプスマップライブラリー&ポーザーという拡張機能についてです。この拡張機能に関しては新しい WebUI ではうまく働かないことがあると言われています。そしてこのレポジトリ自体がもうすでにアーカイブ状態になって更新していませんということが発表されていますので、このデプスライブラリーを今から新しく使うというのはあまり良くないのかもしれません。設定をいじれば使えるようですが、他の機能に影響が出る可能性がありますので、私は推奨しません。ホームページを見ると更新自体ももう数ヶ月されていませんので、このデプスライブラリーを使う方法以外を考えていく必要があります。ただしこの手の深度マップはもうすでにインストールされている方はステーブルディフュージョン WebUI 上のフォルダに入っていますので、手の深度マップだけ使わせていただくという方法が良いと思います。噂が正しいかどうかを検証するために、実際に新しい UI を開いてデプスライブラリーをインストールしてみました。そしてインストール後に画像を生成しようとすると画像が生成できませんでした。なお、この UI はバージョン 1.5.1 で、このために新しくインストールして他の拡張機能などは何も入っていない状態です。ステーブルディフュージョン WebUI のフォルダの中のエクステンションズフォルダの中のこのデプスライブラリーフォルダの中にマップというフォルダがあり、このハンズフォルダの中に深度マップが入っていますので、これだけ他のフォルダに移しておいて、そしてこのデプスライブラリーフォルダに関しては削除してしまいましょう。それでステーブルディフュージョンを一度立ち上げ直してみます。複数の UI を同時に立ち上げることがあるので、こちらの UI はちょっとわかりやすいように背景を白にしていますが、画像を生成してみます。今度は画像が生成されました。やはりデプスライブラリーを入れると画像が生成できなくなりますので、基本的には使わない方が良いでしょう。手の深度マップだけゲットしておけばいいのではないかなと思います。そもそもデプスライブラリーの拡張機能でやっていることは、元の画像を使って手のデプスマップの位置を合わせるということだけですので、これに関してはペイントソフトで簡単にできます。手の深度マップを自分で作るのは非常に難しいので、手の深度マップはもらいましょう。まだデプスマップライブラリー&ポーザーをインストールしていない人は、今までお見せした方法、インストールをしてから手の画像だけもらって
削除するをやってみてください。また YouTuber のダルトワ TV さんがこの動画の中で手の震度マップを作ってくれています。そして親切なことに自由にダウンロードできるようにしてくれていますので、ダルトワ TV さんのこの動画を見てその情報をゲットしてください。ちょっとこの動画のスクショは勝手に使わせてもらっているので申し訳ないですが、ダルトワ TV さんもフォローしてみてください。ダルトワ TV さんはこの2人の掛け合いと声がとても素敵で私は大好きです。では本題の手の修正に戻りましょう。本日は一番簡単なレベル1の手の修正ですので、先ほどのデプスマップを使うほどでもなかったです。今回はインペイントなどを使ってやっていこうと思います。では今回の方法ですが、コントロールネットを使ってインペイントで手を修正してみます。いつものように画像をコントロールネットの画像置き場にドラッグ&ドロップします。そしてキャンバスズームをインストールしていれば、左の I のあたりにカーソルを持っていって S キーを押すとフルスクリーンモードになりますので、フルスクリーンモードでペイントしていきます。キャンバスズームは便利ですのでインストールしましょう。ペンのマークをチェックして筆を大きくして手の部分を少し大きめに囲っていきます。このぐらいですかね。もう少し囲いましょうか。このぐらい囲っていきます。そしてまた I のあたりにペンを持っていって R を押すと元の大きさに戻ります。イネーブルにチェックを入れてコントロールタイプからインペイントを選択します。そしてプリプロセッサーはインペイントオンリーで、後の設定もデフォルトのままです。少し手の状態を良くするためにネガティブエンベッティングを入れましょう。今回はバドハンド5というのを入れます。ネガティブエンベッティングの効果は実感するほどのものではないですが、ないよりはいいでしょう。種類もいろいろありますが、私はあまり違いは分かりません。バドハンド5は最初から入れても良いかもしれないのですが、このハンド系のネガティブエンベッティングは全体の構図に悪い影響を与える可能性があると考えていますので、最初は入れずに手の修正の時で初めて入れるようにしています。今回は 1.4 倍の強度にしてこのエンベッティングを使用していこうと思います。その他のプロンプトは元のプロンプトと同じものを使っていきます。それでは画像を生成していきます。出来上がった画像がこちらになります。純粋なピースではなくなりましたが、手の形は前回よりは良いと思います。ただ中指の位置が少しおかしかったり、指の間の線のディテールが若干弱かったりします。このくらいの画像であればこのままインペイントで何回かガチャを回せば良い手が得られるかもしれません。ただガチャを回すだけというのも芸がないので、次のステップに行ってみましょう。次のステップは A ディテイラーです。A ディテイラーのタブを開いていただいて、A ディテイラーモデルからハンド養老 V8N を選びます。ハンドに関してはこのモデル一つです。そしてプロンプトですが、ポジティブプロンプトは手のものだけにしておきます。ライトハンドオブアガール、メイキングピースサインということにしておきます。ネガティブプロンプトは元のプロンプトと同じ。あとはデフォルトの設定で画像を生成していきます。イネーブルにチェックを入れて画像を生成していきましょう。当然先ほどのコントロールネットはそのままということになります。それでは画像を生成していきます。それで生成された画像がこちらになりますが、かなり良いですね。ただネイルの色がちょっと強かったり指輪が入ったりして少し女子高生という感じがなくなってきましたので、少しだけ A ディテイラーの設定をいじってみましょう。ここは経験則ですが A ディテイラーがちょっと強いということだと思いますので、 A ディテイラーのインペイントのデノイジングストレングスを 0.2 ぐらいに下げて影響を少し弱くしてみましょう。それで形が保たれて手の関節なども綺麗に出ればと思いますので、この状態で画像を生成していきます。それで生成された画像がこちらになります。狙い通り手の線が薄くなってネイルの色も自然になってかなり良い感じになったと思います。親指のところがちょっと髪の毛にうずもれてしまったというような部分がありますが、これでほぼ合格ということで良いでしょう。この時にPhotoshopで簡単に直せる崩れ方かどうかを判断することが重要ですが、これは手の修正を何度か行ってどの形が直しやすいかを習得してください。では細かいところを Photoshop を使って直していこうと思います。ここからしばらくは Photoshop の動画になります。Photoshop を新規で立ち上げて
先ほどの画像を取り込んであります。動画作成前に少し試していましたので余分なレイヤーがありますが、そのレイヤーは見ない状態にしており、この動画では使いません。画面を大きくして手のところをクローズアップしておきます。まずはこの親指の追加ですが、ゼロから自分で書くのは難しいので、今回はちょっと小技を使ってこちらの左手の親指をお借りしようかなと思います。左手の親指の一部をここにくっつけるというような方法でやっていこうと思いますので、その作業から始めましょう。まず使いたい部分を選択します。ここを選択する方法ですが、いろいろあるのですが、結構マグネット使いますね。マグネット選択ツールが結構有用かなと思ってまして、多用しています。マグネット選択ツールは、四角をドラッグすれば、四角の境界を勝手に選んでいってくれます。ざっくりですけど選んでいってくれますので、だいたい選択するときには非常に良いということで、これで選択しています。このぐらいで十分ですかね。それで、丸がついたら選択範囲が閉じて、選択範囲を作れるのですが、その後に選択とマスクというツールを使って、選択範囲をちょっと修正していきます。選択とマスクをクリックするとこのように、選択されていないところが赤色になりますので、選択範囲を増やしたいところをなぞっていきます。先端がプラスになっていれば、塗れば選択範囲が増えて、オルトキーを押すとマイナスになるので、オルトキーを押しながら塗ると選択範囲が減ります。輪郭の黒い線を残した方がいいと思うので、ちょっと微妙に塗っていくと、このように選択範囲が広がります。基本的に私のフォトショップ歴はまだ3ヶ月ぐらいですので、この辺の技術に関しては、マッピーフォトさんの YouTube 動画を見て習得しています。エンディングの役に立つじゃんも、マッピーフォトさんへのリスペクトから真似しています。だから皆さんも、フォトショップは使い始めてすぐに、この辺のことはできると思います。こんな感じで好きなところを塗って、選択するということになります。OK をクリックすると、これで選択範囲ができました。選択範囲をコピーしたレイヤーを作りたいので、選択範囲内で右クリックして、選択範囲をコピーしたレイヤーを選択します。今作られたレイヤーを選択しておいて、コントロールプラス T を押して自由変形ができるようにします。この状態で、今のレイヤーの画像をこのように動かすことができるようになります。この指を右手に移植していこうと思います。一度、コントロールプラス0で画面を戻して、ドラッグで動かして、画面を大きくして、指を持っていきますね。それでここで、メニューの編集から変形を選び、その中から水平に反転を選び、画像を水平反転させます。少し回したりして、指を移植して、指の長さを調整していくというわけです。このあたりは、フォトショップ歴が浅い私があまり話すことではないのかもしれないですけれども、フォトショップで手の修正をするというのは、AI 画像生成を行っている人だけが必要な技術だと思います。その意味では結構経験が多いので、このまま続けていきます。全体の長さを見るために引きで一度、位置を確認して、長さはこのくらいで良さそうですかね。あとはなじましていくという感じですけど、また位置を微調整します。位置を微調整。自由変形の状態にして、矢印キーで細かく動くので微調整していきます。このくらいでいいですかね。あとは今のレイヤーの自由変形を確定しておいて、今のレイヤーでレイヤーマスクを使います。レイヤーマスクはここをクリックすると、選択されたレイヤーの横に現れます。今は真っ白な画面ですが、レイヤーマスクは黒を塗ると、そのレイヤーの塗られた部分の画像が消える仕組みです。消しゴムで消してしまうとやり直しが難しいのですが、レイヤーマスクで消す方法なら、白を塗ると再び見えるようになるので、簡単にやり直しができます。レイヤーマスクが選択されている状態で、ブラシツールにして、色は今、白になっていますけど、黒を選択して塗っていくと消えるんですね。下側のレイヤーである元の画像の色が出てきますので、これでなじましていくということができます。この線ちょうどいいので、ちょっと影が良くないかもしれないですけど、これでいいかもしれないですね。どうでしょうか？ちょっと指が長いですかね。影が気持ち悪ければ消したりとか、調節していただければいいと思います。ちょっと指が長ければ、自由変形で少し短くしてもいいと思いますし、この辺はお絵描きに近い状況でしょうかね。
AI 絵師でなければ指の移植なんてすることないですよね。角度がもうちょっとこっちですか？こんな感じで微調整をするということになろうかと思います。これに関しては本当に Photoshop の使い方というような感じになりますが、これでかなり馴染んだのではないでしょうか。あとは上側にレイヤーを追加してブラシで上から描いてしまうという方法もありますね。例えばこの辺りちょっと気持ち悪いなということであれば I キーでスポイドツールにして周囲の色を選択して B キーでブラシに変更して塗ってしまってもいいと思います。修正で加筆するときは I キー B キーの繰り返しになりますね。何が何でも全部 AI で作るというこだわりを持たなくてもいいかなと思いますので、このように少し上から補正していくことも多いです。上のレイヤーにだけ色を塗っていて元の画像のレイヤーには何も書き込んでないので、加筆した部分が嫌ならそのレイヤーを削除すれば元の画像に戻るということです。部位ごとに細かくレイヤーを分けるとさらに修正がしやすくなります。爪を出すか出さないかちょっと大きいですか？この辺はほぼお絵描きになります。アニメ系で修正がしやすいのはこの色塗りを行っても違和感が出にくいからです。この辺のことはやっぱりリアル系をやるときはかなり難しいという時があります。リアル系の手の修正がしたい場合はスポット修復ブラシやコピースタンプツールなどを使いますので、Photoshop でなければ難しいのではないでしょうか。私は今習得中です。手の修正なんかはPhotoshop の中でもかなり特殊分野だと思いますので、教師はいないですがやっていくと結構楽しいですし、うまく修正できた時は感動しますね。私は結構好きですよ。私は絵が描けるわけではないので、あくまで AI が生成した画像を違和感なく修正することを目指していますが、いつもこんな形でやっています。こちらの爪がちょっと長いかなと思えば、周りの色で塗ってしまえばいいかなと思います。必ず AI を使わなければいけないというわけではなくて、最後は手直ししてもいいんじゃないかなというふうに思っていますが、ここら辺は賛否両論だと思いますので、皆さんお好きなようにやってください。それではこれを保存して書き出したいと思います。書き出しからキングとしてクイック書き出しでお好きなフォルダに保存していただければいいと思います。最初にお見せしましたが、これが補正前と補正後になります。今回はインペイントでたまたまできた画像を元に修正していくという方法を取りましたが、どうしてもピースサインが欲しい場合はもう少しガチャを回してピースサインのなるべくいい手というのを選んでもいいのかもしれません。まだまだ他にも手を修正する方法がいくつかありますので、少しずつレベルを上げて動画で紹介していければと思います。またダワトレ TV さんの深度マップも本日のローラのコーナーの画像の手の修正で使っています。それでは本日のローラのコーナーに行きましょう。本日のローラ。今日のローラは YouTube 的には少し攻めていますが、手の描写に関係したものを出したいという熱い思いにより、ホールディングパンティーズというパンティーを持った姿を作れるローラを試してみたいと思います。今回の手のテーマにぴったりのローラではないのでしょうか。ちょっと心配なところもありますが、頑張ってやっていきます。警告を受けたら1週間動画が投稿できなくなりますが、このローラはホールディングパンティーズとプレゼンティングパンティーズがトリガーワードのようです。ローラの強度が1で何枚か画像を作ってみます。生成された画像がこちら。怖くて拡大した画像をいっぱい見せることはできないのですが、このような画像が生成されてきています。出来上がった画像には吹き出しがあったりカラフルな背景があったりで、どうも漫画やイラストの画像が学習素材になっている可能性があります。ローラの情報はこのローラマークのこの I のところをクリックして見ることができるのですが、開いてみると10回の繰り返し回数で学習していて、イメージが5700ということなので、570枚の画像を使ってローラを学習していることがわかります。ただホールディングパンティーズのタグが121回ですので、ターゲットになる画像が121枚で、あとは生息化画像も合わせての枚数かもしれません。ただ非常にたくさんの画像で学習されています。出来上がった画像の中で YouTube で使えそうで、手が程よく壊れている画像を選びました。この画像の手を最後に直していきたいと思います。今回は
ダルトワ TV さんが提供してくれている手の振動マップを使っています。マルチコントロールネットを使うのですが、コントロールネットユニット0がインペイント、そしてコントロールユニット1がデプスマップを使います。ちょっと画像を拡大してみると、デプスマップはこのような感じですね。ダルトワ TV さん提供の手を両手ともに使用して、両手を Photoshop で位置を合わせています。そしてインペイントの方はこのような形で手の周りを大きめに塗っています。さて、これで画像を生成してみたいと思います。生成された画像がこちらになりますが、手がしっかり表現されていて、とてもいいですね。ダルトワ TV さん、あと100個くらい手の振動マップを作ってくれるとありがたいのですが、手がとても綺麗に描けました。では少しだけ Photoshop を使って修正していきましょう。これが Photoshop で修正した後の画像になります。かなりしっかり手が修正されているのではないでしょうか。このローラもとても良い絵が生成できますので、皆さんも試してみてください。本日は手の修正というテーマで動画を作成しました。また、違う方法で Photoshop を使わずに、ステーブルディフュージョン WebUI のみでここまで手を修正できた方法も見つかりましたので、今後の動画でやり方を紹介します。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。この動画が役に立つじゃんと思われた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。